ティーズスカイライン2。頑張ってジャンクションの改修工事をしたが問題発生しまくりで微調整に勤しんだ我らのネオ静岡。結果混んではいるけど時間が経てば渋滞解消されるレベルにはなんとか修正。では今回も開発始めるぞー。まずは良かれと思ってつけてた U ターンの接続、地味に車線を塞ぐから良くないのかも。今のこの交差点だと右折ができないから、これないと曲がれないんだよな。離れたところにレーンを分けてつけることで少し状況が改善。行き先や合流で車線数が違うと無駄っぽいし、こういう地味な改善も必要そうだ。車線が多ければいいってことでないと学習。まあ見守ってたら結局右折が多すぎで、後ろ詰まっちゃったけどね。おお。ただ今の人口は5万3000、人通りもそこそこ増えております。地下道めっちゃ使われとる。そして位置をずらした U ターンのところ、結局また混み始めた。U ターンのやつも右折したくて、無理やり割り込んでる感じになってんな。そういえばこれはお手本のような折り込み区間だって、コメント欄で教えてくれてたよ。確かに車が交互に入って、旗折りみたいになってるぜ。これ改善するなら大規模改修になるし、めんどいから棚上げで。おい。きっと時間が解決してくれるんや。いやそれはねえよ。横向きに立ってる家が気に入らないのでぶっ壊して、道を敷いて遮り、縦の家に建て替え良い渋滞解決案が浮かばず、現実逃避中。そういえば最初からあった、この外部と繋がってる高速も渋滞してるんだった。資金にも余裕あるしぶっ壊しちまうか？とりあえず途中で降りれるようにバイパス工事しました。スッカスカの国会議事堂前の道路に繋げたのか、これなら車がうまく分散しそうだな。お前ら車線変更下手すぎん。ここも折り込み区間ってやつなんだよな。ランプを逆側に繋ぎ直せばよかろうの世界だろうけどめんどい。潔いほどのめんどくさがり屋だな。もうこれでもかってくらい渋滞してきた。これはなかなかの地獄。でも動いてるからゲーム内3時間くらいで解消されるレベルだから割と平気。これも自己渋滞だしまだギリ耐えれてるぜ。なんだこのタワマン、くっせー。渋滞でゴミ収集が間に合わなくなったか。ってしれっと建物ごと破壊すな。お試しで壊してみたけど、一応これもありなのね。住民的にはなしだよこのゲスが。下打ちすな。で色々考えたんだけど、外部と繋がる河川敷の高速を整備することに決定。さっきバイパス工事してたやつか。前に試した綺麗な護岸で高速を縮道。水位に合わせて高さを調整してから、道路の高さを 7.5 にすると擁壁になるあれな。ここはリアル静岡でもいい感じの河川道路があるので、立派なのこしらえてあげましょ。では高さが決まったので高速一方通行3車線をビャーっと伸ばして護岸を作成。で手前のところを平坦かツールで、川底に合わせる感じで綺麗に調整。いい感じのコンクリの壁が出てきたぜ。上流の方が水面が高いので高さ調整が地味に難しいです。平坦な護岸は簡単だけど、傾斜のある護岸はちょい難易度上がるぜ。とりあえず高低差のきつい難所の部分が完成。幹線道路と交差してるところの段差がやべえ。まあ後でなんとかするよ。平地の部分との高さを確認中。他は全部高さ同じで街作ってるからこれが決まればあとは楽勝。はい、護岸工事するんで今日でこの地下駐車場は撤去でーす。何度も渋滞を引き起こした駐車場、ついに撤去。よしこれで護岸の整地が完了。ここまで来たらあとは簡単。ビャーっと道路を敷いて護岸にするだけ。工事の邪魔になる橋は事前に撤去済みだぜ。はいこっちもビャーっと一気に延伸。長い一方通行が続くから、行き先によってはかなり便利になりそうだぜ。ではズゴゴゴゴーっと余分なところを平坦化。地味な修正が綺麗な護岸を作るのだ。さてこの超高低差あるところなんとか繋がなくては。上流の水位に合わせないと街が沈むから要注意だぜ。ちょうど橋の下あたりで水位が高くなっちゃうからこの辺から傾斜つけて繋げとくよ。さよか。地形操作してたらなんか一部モリモリっとなってるんだけど。地下の電気ケーブルじゃね？見た目あれだしそのうち地上で張り直そう。だな。今度は陸地側に空いた隙間を丁寧に埋め。ネオ静岡は全部平坦化してるから、こっち側の高さ合わせは簡単だぜ。こうして左側の護岸工事が完了。よしあともう半分だ。そういえば幹線道路の橋のところは、めんどくて若干トンネルにしちゃいました。水位が上がったら速攻で水没しちまうぞ。さて右の工事を始める前に橋を架けたいので、両岸の高さを平坦化で同じ高さに調整。でグイーンとやって橋を架けます。変な傾斜にならないように事前に高さを合わせたことで、綺麗に橋が設置できたぜ。
こんな感じになりそうろ。これは見事な橋。てか後ろに出てる水が足りないアイコンで台無し。そしてこのえぐい上り坂よ。これも直したいがその前に水道直せ。あいよ。ラウンドアバウト住宅街と産業区をつなぐ、幹線道路の橋を建設するぞー。ただでさえ高くなってる場所にさらに高架を使ってつなぐのか、こりゃ難所だ。急な坂になりすぎてこのままじゃつなげられないかも。結果ループ橋っぽい感じで無理やり接続。これはなんていうか、美しくないな。今の私の技量ではこれが精一杯でございます。さて右側の護岸工事を再開。やーっと護岸に合わせて高さ調整。左側の工事でノウハウを学んだから、こっち側は速攻で工事終わりそうだぜ。そんで平らにした場所に、左側とは反対方向の高速一方通行3車線をダーッと敷設。高速道路の上りと下りみたいに使えそう。てなわけで先端部分を接続して、ループする感じに使おうかな。出入り口の設置の仕方によっては、渋滞の軽減になりそうだな。で最後の仕上げに護岸をきれいに調整。地味な作業だけどこれやらんと台無しだから頑張れ。そして渋滞の元と良くなってたタワマン、いい機会だからついでに全撤去じゃあ。いつか再開発で生まれ変われ。ネオ静岡安倍川河川道路、開通だー。使うやつ少ないかと思ったら、意外と使ってるやつおる。ちょい水位が低すぎるのが気になる。今度水力発電所でも作って水位調整しようかな。深さ約100メートルの超巨大水路を制御するのは、ちょっと怖いがやってみたいな。紅葉区を出てく車が河川道路使ってくれてる模様。いい感じに流れてるな。分散することで帰宅ラッシュとかも落ち着くかな。綺麗に設置できた、橋。ここはがっつり住民も使ってくれてるみたいでよかったぜ。なお奥の急な坂はめんどくて直さなかった。おい。で急な坂で高低差ありすぎのため、無理やり道路敷いたループ橋。少し川の水をお漏らしして、農家さんが浸水してるのはご愛嬌。言わなきゃバレないよ。どうせバレるんだからごまかすな。さて大規模工事終わったし、ちまちま改修工事しますか。こうしてしばし地味な改修工事をして過ごした。そういえばここも出口と入り口逆にした方がいいよって、コメントいただいておりました。確かにここ一方通行だから、今のままだと入ってくる車が出る車を邪魔しちゃってるな。言われて気づいたけどほんと目から鱗でした。アドバイスありがとうございました。だいぶこの世界の交通ルールに慣れてきたけど、道路の知識がまだ全然足らぬでござる。それは精進あるのみとしか言えねえぜ。こうなったら最強の交差点を研究して、もっと道路の知識を身につけるぞー。前回もやろうとしてでかくなりすぎて結局諦めたけん、繰り返してるだけじゃねえか。ある程度のものが作れないと今後渋滞に負ける気がするから事前に練習だー。まあ経験値貯めればそのうちレベル上がるかもな。結果こんな感じになりそうろー。相変わらずでけえが、一応完成か？左折は今まで通りで横に繋いだだけだけど、今回はちゃんと右折もできるようにレベルアップ。横のレーンの右折は高架になってて、縦のレーンは地上から右折できる作りになってます。レイムはスキル、見た目の汚いジャンクションを習得した。見た目汚いよな、失敬な。すまん。そういえば道路を高架にして重ねる案もコメントでよくいただきますが、私地上部分を高速道路で作っておりまして、高速の上には高架の高速道路は敷けない模様。ちなみに普通の道路には、高架の高速道路を重ねることができます。究極の渋滞しない道路を目指すなら、地上を通常で作るのが正解だったのかもな。作り直してやってみたい気もするけど、今のスキルじゃ設計できないのでまた今度で。レベル上がったら挑戦してみたいぜ。じゃ少しレベル上がったし、折り込み区間の修正工事始めっと。まずは折り込みの原因となってるランプを撤去。道路を4車線にしてから3車線にダウングレード、上方向にずらして中央にランプを敷けるように修正。これで真ん中にランプ通す隙間ができたぜ。そんで上側のランプはこんな感じで接続を置く。左側から接続してたのが、これで右側から接続完了。まだ少し割り込んで上方向に進むやつがいるけど、だいぶ解消されました。上に進むやつは基本こっち使うから、本線の方には影響少なくなった模様。折り込み区間の渋滞解消、気持ちいい。よかったな。では渋滞との戦いはこれからだー。と内心叫びつつ今回はここまで。そうそうコメント多くて返信する暇あったら、編集した方がいいかなと思い、若干返信減らしてます。こいつブチ入れて返信してこないのかっていうのじゃないのでご安心を。視聴者さんのおかげでこんな感じのジャンクションも作れるようになりました。これは次回のお楽しみだ。
他にもこんなジャンクションも作ったり、次第にレベルアップ。気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。